皆さん、こんにちは。ひなです。いつもポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは JLPT N3 から N2 レベルぐらいの日本語学習者の皆さんに向けて話しています。日本語を勉強している人はぜひ最後まで聞いてみてくださいね。トランスクリプトはパトレオンでダウンロードできるので、そちらもぜひチェックしてみてください。さて、今日は嫌いだったことが好きになったというテーマで話したいと思います。皆さんは昔は嫌いだったのに、今は好きになったことってありますか？私は最近それがありました。しかも自分でもびっくりするぐらい嫌いだったことなんです。それは運動と料理です。まず料理の話からしますね。私は以前一人暮らしをしていたことがあります。その時は節約のために料理をしていました。でも料理はあまり好きではありませんでした。作るのも大変だし、後で片付けもしなければならないですよね。それに自分で作るより誰かが作ってくれた料理を食べる方が好きだったからです。その後、家族と一緒に住むようになってからは、ほとんど料理をしなくなりました。特に私の母の料理が美味しいので、自分で作らなくてもいいかなと思っていたんです。でも最近は前より料理をするようになりました。きっかけは日本料理です。今、私は日本料理を簡単に食べられない環境にいるので、日本のご飯が食べたいなぁと思った時に、じゃあ自分で作ってみようと思ったんですね。最初は本当に簡単なものしか作れませんでした。レシピ動画を見ながら、その通りに材料を買って、その通りに作るだけでした。でも、少しずつ慣れてきて、この材料を変えたらどうかなとか、もう少し味を濃くしてみようかなと考えながら作れるようになりました。すると、だんだん料理が楽しくなってきたんです。それに自分だけじゃなくて、周りの人に料理を作ることも増えました。そして、美味しいと言ってもらえると、すごく嬉しいんですよね。また作りたいなと思えるようになりました。昔の私は、どうせ自分は料理が下手だから、難しい料理なんてできないと思っていました。でも、今は少しずつ上手になればいいと考えられるようになりました。そしてもう一つ嫌いだったのが運動です。皆さんは運動は好きですか？私は本当に嫌いでした。運動ってきついですよね。きついのにすぐには結果が出ません。だからこんなに頑張っているのに全然変わらないと思ってしまって続きませんでした。その一方で私は食べることが大好きなんです。運動を全くせずに好きなだけ食べていたんですよ。そしたらどうなったと思いますか？はい。今までで一番体重が増えました。その時痩せなきゃと思って運動を始めることにしました。今年に入ってから毎日運動しようと決めていたんですが、最初は全然やる気が出ませんでした。結局、本格的に始めたのは1ヶ月ぐらい前です。最初は本当に大変でした。朝起きるのも嫌だし、今日は休もうかな
と毎日思っていました。でも、とりあえず少しだけやろうと思って歩いたり、軽いストレッチをしたりしていました。すると、不思議なことが起きました。1ヶ月ぐらい続けた頃から、今日は動きたいなと思うようになったんです。逆に運動しないと体が重く感じたり、夜ぐっすり眠れなかったりするようになりました。今では毎日何か運動をしています。もちろん今日はめんどくさいなぁと思う日もあります。でも前よりは嫌な気持ちはなくなりました。そして今回の経験を通して分かったことがあります。それは人は一人だけで頑張り続けるのは難しいということです。私は今まで自分一人で頑張らなきゃと思っていました。でも実際は周りに応援してくれる人がいるともっと頑張れるんですよね。例えば料理も美味しいと言ってくれる人がいるから続けられています。運動も頑張ってるねとか痩せたねと言われるともっと続けようと思えます。そこで赤ちゃんのことを考えてみたんです。赤ちゃんって生まれたばかりの時は何もできませんよね。でも少しずつ座れるようになって、歩けるようになって、話せるようになります。どうしてあんなに早く成長できるんだと思いますか？私は周りの人がたくさん喜んでくれるからだと思います。赤ちゃんが少しでも何かできるようになると、家族はすごいって喜びますよね。すると赤ちゃんも楽しくなって、もっと頑張ろうとします。でも大人になると、そんな風に毎回褒めてもらえることって少なくなりますよね。私もこんなことを始めたいと言った時に、みんなにそんなことできないよと言われたらどうしようと思っていました。でも勇気を出して話してみたら、意外と応援してくれる人がいました。もちろんずっと応援し続けてもらうのは難しいですよね。みんなそれぞれの生活があって忙しいですからね。だから私は本当に頑張りたいことだけを周りに話すようにしています。そうすると頑張ってねと言ってもらえてやる気が出るんです。そしてこれは日本語の勉強も同じだと思います。勉強って楽しいだけではありませんよね。特に試験前はこんなに勉強しているのに全然点数が上がらないと不安になることもあります。でもそんな時に一人で悩み続けるともっと苦しくなってしまいます。だから日本語を勉強している友達と話したり、日本人と少し話してみたりするといいと思います。実際に話してみると、あれ？意外と日本語が上手に話せたと思うことがあります。そうすると自信がつきますよね。だから皆さんももし今何か頑張っていることがあるなら、周りの人に少し話してみてください。一緒に頑張れる人と出会えるかもしれません。そして今は嫌いだと思っていることもいつか好きになるかもしれません。今回は嫌いだったことが好きになったというテーマで話しました。皆さんは今嫌いなことがありますか？それとも昔は嫌いだったけど今は好きになったものがありますか？よかったらぜひコメントで教えてください。それでは今日はここまでです。
今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のポッドキャストで会いましょう。さようなら。